ワールドラバーで大ヒット。リピーターが続出。レシーブが楽しい。究極のチャンスメイクラバー。アポロ5超極薄。やばい。おお。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回はですね、特別ゲストのアンドロジャパンの浜川さんに来ていただきました。はい、アンドジャパン浜川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、ワールドラバーマーケットの初心者セットのこちらのラケット、こちらをですね、浜川さんに打っていただいて、いろいろと感想を聞こうかなと思います。わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。軽く打ちますか。はい。はい。初心者設定やけど全然なんなら違和感なく打てるから。そうですね。一応テンションラバーなんで、やっぱり打球感とかもめちゃくちゃいいですよね。そうですね。これ GTT ね。はい。うちの。どんどん宣伝してください。そう、これ本当にね、シートは本当に僕らが使うようなシートを採用しているんですけど、スポンジを薄くしてるんで、初心者でも扱えるようにしてるラバーなんで、なんならめちゃくちゃスペック高いですよね、このラバー。そうですね。はい。普通に使いますよね。普通に使います。普通にドライブとかも出るはずなんで。ですよね。はい。飛ばないですよね。うわ全然違う。その GTT との比較した時の弾みが本当に違いますよね。いや感覚が全く違うからこそ、逆にいいかもしれないです。だから両面 GTT とかやったらある意味こう何も考えなくても打てるんじゃないですけど、やっぱこういうしっかりボールを飛ばすっていう感覚もやっぱ必要なんで、だからこそ片面は弾むラバーで片面はそういう感覚をつかむラバーとしてはしっかりボールを飛ばすっていうのも両方試せるんで、これはこれですごいいい組み合わせだなと思いますね。まず GTT からテンション系ね、テンション系の全然打てる。普通ですね。もちろんボールはやっぱ飛んでいかないですけど、でもテンションラバー独特のボールの引っかかりはある程度感じれるのかな。食い込んで掴むみたいな。そういう感じですよね。こっち行ってみる。未知数だ。未知数ですね。でも、なんだろう、この表面でこするかけ方はこっちの方がやっぱやりやすいんで、それはそれで面白いかも。こうなんか薄く当てても安心感がある、こっちのラバーは。ただね、打球感は全然違うっすよ、やっぱり。そうです。違うけど、でもやっぱ最初の初めの技術を覚えるときには両方のかけ方大事なんですよね。ボールを掴んで飛ばすっていうのも大事だったら、しっかり表面で回転をこすって回転をかけるっていう感覚も両方大事なんで、両方やった方がいい。両方やった方がいいです。だから逆にこのラバーの組み合わせってフォアがこっちバックがこっちっていうよりも、なんかこっちでフォアも打ってこっちでフォアも打つ、こっちでバックを打ってこっちでバックを打つのした方がなんかすごいその感覚を養うのにもすごいいい組み合わせなのかなって。ありがとうございます。両方のラバーのいいところが絶対あるんで、なんかそれをある意味試す組み合わせとしてはすごいいいのかな。で最初初心者の方ってどうしてもやっぱ回転かけるじゃなくてまず相手のコートに入れるっていうところでは弾くことの方が多いじゃないですか。そうですね。でボールを弾いて飛ばすところから次自分で回転をかけるってなった時には正直このテンション系のラバーよりもこういう粘着性のラバーの方が簡単にかける感覚は身につきやすいのかなと思います。なるほどなるほど。だからこっちの方が最初はいいと思います。感覚を覚えるとしても。そっからスタートして
こうギュッて切れるように、今浜川さんやってるみたいにそうですね。しっかり切れるように覚えてから最初はパッてポンって当てただけでも、はいやっぱ結構簡単にパッてかかってくれるんで、ああ、なるほどなるほど。ただこれをパッてテンション系で打ったら飛んでいっちゃうんですよ。そうですね。なんかちょっと加減しちゃったりとかそうですね。する感じはありこうますやって優しくこうやって当てちゃうだけなので、はい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 。それを自分の力でギュッてもう多分いける感じですね。やば。切れるぐらい戻ってきますよ。戻るぐらいはい収まるんで、ちぎれる。えぐい。何も切れるんってこれもストップめっちゃ止まるし、えぐい。何も切れるんってこれもストップめっちゃ止まるし、わあ。わあ。すげえ。だから自分が今使ってるラバーと、はいでできないことができるからあいいですね。逆にこれはこれで新しい発見ですね。そうですね。新しい世界に行ってる。あっちでも全然いけます。全然いけます。いけますあ、全然いいっすね。思いっきりやっても入るもんな。止まるんだよね。止まるんだよね。怖さがね、降ってもやっぱ飛んでいかないんだ。ああ。逆にこっちめっちゃ怖いですけどね。でしょう。思いっきり噛んでくるんで。カーンっていってるからこれ。これダブルスで使われたらやばいかもしれない。めっちゃやばいですね。おお。おお。やばい。やばい。これレシーブ神って言ってた君あれが分かりますわ。レシーブ神って言われる。全部入るし。全部入るわ。ほんまやばいですね。これやばいっすわ。切ってもいいし、弾いてもいいし。万能っすね。そうですね。こうなるもん。あもう何も考えずに今同じように打ったら、あ。はい。テンション系でもし打ったらこうなるんですよ。あっていうふうになるから、まだ赤の方あって上がるから、あ。そうですね。多分テンション系やったら上げようと思っても多分ね、はい限界がうんうんうん。毛が多分掴む前にはい。玉離れパッて出ちゃうんで、なるほどなるほど。それが難しいです。その弾むところの弊害というか、はオートで弾んじゃうピッい。って言っちゃうので、が。なるほどなるほど。結局自分の力をしっかり伝えるとかそういうことにつながってくる。繋がってきますね。赤の方が多分いいと思います。いや、時計の。そや。もうすごいんだこれ。時計の。そや。もうすごいんだこれ。好き勝手してますけどね。好き勝手してください。うわ。気配なし。こっち行かれへんかな。面白い。もうお腹いっぱいです。ありがとうございます。あ、どうしよう。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。